そんなわけで、駿府館の軒を借りた母上が、いつの間にやら、母屋を乗っ取りやがったわけです。その可能性もあるかもしれないとは思っていましたが、やはりと言いやがるのは、ひふみたちは知ってやがったでやがりますか？まさか。鬼の奴らもなかなか狡猾にて、情報もうまくいっていませんでしたから。これは完全に推測です。東海一の弓取りと謳われた吉本公ならいざ知らず、家を継いだばかりの氏真公が、果たしてそこまで鬼を使いこなせるものかとは常々疑問に思っていましたから。それが確信に変わったのは春日山で氏真公にお目にかかった時でしたがね。綾菜さんのお猿の格好もすごく良かったです。おー、健介様やっぱりお猿大好評だったです。コナミがあの衣装をまだ持ってたら後でやってあげるですよ。持っておりますが。はあ。ただわからないのは、駿府館から逃走した氏真公がなぜ君と共にいるかっていうことだ。縁や偶然というにはできすぎている気もするが、君は一体何者なのかな？ですが、日の本に渦巻く鬼の災厄と歴史の流れ、そのすべてが健介様の来訪に重なるように始まり、そして健介様に集約されてきている気がします。私もそう思います。やはり健介様は何か特別な存在なのでしょう。綾菜もそう思うですよ。まあ、当事者とは得てしてそういうものではあるのでしょうな。まあ、考えてもわかんないことはわかんないですよ。パッと決めようと思ってわかんなかったら、考えても仕方ないってことです。資源だね、それは。であれば、考えても仕方ある問題を考えましょう。なんでやがりますか？今日の皆様方は下山にお泊まりということでよろしいのですかな？なんだか変なやつだったのです。眼帯じゃない方です。すごく味方みたいに見えたり、すごく嫌な感じがしたり。綾菜、パッと見たらそういうのすぐわかるです。でもあいつはなんだかそれがくるくる入れ替わって全然わかんなかったです。そういうの珍しいわね。最近は殿さんもわかんない時が多いですけど、それよりもっとわかんなかったです。兄上、どうか仕上がったでやがりますか？ほら、夕霧さんも心配してる。
行くよ。わかったです。ではこちらへどうぞ。で、ひふみ、下山近辺についてもう一度詳しく聞かせるでやがる。そうですな。駿府の状況は置いておくとして、下山近辺で言えばいつもと変わらず、我らはしがない鬼退治というのが現状ですよ。親方様のご決断により、明日より地図作りに力を傾けることになりますが、精度についてはご期待には添えないでしょう。ふむ、面倒でやがりますな。ことに最近は鬼の動きも一段と複雑に変化しておりますから、正直先が読めません。変化？まとまってきたというのかな。今までは点でバラバラな動きだったのが、統率が取れてきたように思えるんだよ。なるほど。それに伝え聞くところによると、先日四天王たちが一戦交えた鬼、何やら普通ではなかったらしいですが。報告は受けてるでやがる。鬼と化した人が1000にも上る鬼を操っていたらしいでやがるよ。なんともはや世も末ですな。しかしこうなると、もはや鬼はただの獣ではなく、危険極まりない勢力であると認めるしかないでしょう。ここ最近の鬼の動きを見るに、恐るべき速さで組織化されていますからね。親方様の動きは、そういった鬼の脅威を確信してのことだろう。だからこそ大義を手に入れるために動いた。北をつつくという動きをね。いたしかゆしでやがりますよ。まあそこも解決しそうだけれど。健介様のお力なのです。そう、長尾と武田の親方様を垂らし込んだ天下御免の垂らし状を持つ男、新田健介の存在が長尾と武田の確執も一挙に解決となればいいんだけど。そこは君の股間、いや手腕に期待しよう。どうしたゆう、風邪か？はてさて、一褒め憎さしと申しますからな。大方健介殿あたりが、それがしがどなたやらのわがままに振り回されておらぬか案じてくださっているのではないかと。ふふん、主様ならばまずは余が言うにいじめられておらんか案じてくれるであろうって。しっけえな。それがしが主をいじめるなど、そんな恐れ多いことをするはずがないでしょうに。抜かせ。いずれにしても越前の二の舞になる前には何とかしたいところだね。納金口は金ヶ崎だけで十分だ。越前のこと知ってるです？うちは先代から草の真似事が得意な家でね。今も吾妻衆を仕切ってる関係上、情報が入ってきやすいんだ。武田の草衆の一つですね。三つ物や歩き巫女と違い、コナミも実態がよくわからないと言っていましたが。見ての通りのものだよ。さて、それは後でのお楽しみってね。けど鬼の一部にせよ知恵がついてきたのは厄介でやがりますな。兄上たちが金ヶ崎で一杯食わされたのもそれが原因でやがりましょう。
地中からか。それは確かに暴れるだけの連中からは考えられない動きだね。皆さん、お食事の準備ができました。おー、苦労で上がりますぞ、恋。ではこちらに運ばせましょう。あー、これはひふみと恋には随分と気を使わせてしまいやがりましたな。下山で天球様にお会いするのも久方ぶりですからね。少しは見栄も張りましたな。それと夫殿、屋根裏に控えている奥方の分も用意させている。呼んでいただいても構わないかい？ご命令とあらば。御意。軽い命令もあったものだね。コナミは恥ずかしがり屋だから、そう言われないと席につかないですよ。なら意外と恋と気が合うんじゃないか？私はそこまででは。まあそれはいいとして宴を始めましょう。そうで上がりますな。せっかくの食事が冷めてしまうで上がりますよ。兄上、飯の匂いが気になりやがりますか？ほうとうやおやきも俗すぎるだろうと思って米を炊かせたのが段になったかな。そちらの方が良ければ明日の朝にはそちらを用意させるけど。確かに他の国に比べたら貝の米は美味しくないからね。特に尾張や美濃の米に慣れていればそれはきついだろうさ。貝は米が取れづらいで上がりますし、新しい米はすぐに商人に売って銭に買い上がりますからな。ですが麦は取れるのですね。米よりは育てやすいですから、潤沢にあるとは言えませんが、それでもこのお米よりは手に入りやすいですよ。そう。こんな米でも貝ではごちそうなのさ。気を使わずともいいで上がりますよ。つつじヶ崎館でも普段はほうとうや雑穀ばかりで上がりますからな。であれば明日の朝はそちらで。なーに、気にすることはないさ。うまいものを食べてほしいというのは亭主の欲求でもあるんだからね。お鍋大好きですよ。ほうとうを鍋という意見も初めて聞いたが、まあ似ているといえば似ているか。どういう立ち位置と言われても。ほうとうはほうとうで上がりますからな。そうだね。飯の代わりでもあり、おかずの代わりでもある。汁も兼ねているね。そういう食事だよ。まあごちそうというわけではないから出して良いものかちょっと迷ってね。味噌は美味しいのです。そうね。それにこの鮎もとても美味しい。ですですです。これ何です？塩辛いけどお塩じゃないです。
山国の貝で塩の無駄遣いはできませんから、余裕がある時に味噌と合わせて醤油も作り置きして使っているんです。おや、そちらはお気に召しましたかな？あやな、あゆ食べるの久しぶりです。まったくで上がります。本当に手間をかけさせるで上がりますよ。鮎そのものはその辺の川に泳いでいるから米ほど貴重な品ではないね。まあ海のように網を放り込めばいくらでも取れるわけじゃないけど。すごいで上がりますよね。海。当然で上がります。塩も港も貝にも信濃にもないで上がりますからな。それこそ信濃統一以上の武田の悲願で上がりますよ。でも駿河はいらないです。今川には借りが多すぎるで上がりますよ。同盟があったからですか？それはあまり関係ありませんね。以前同盟を結んでいて、それが解消されたから戦うというのは枚挙にいとまがありませんし。越後が敵対国である以上、塩の輸送路は駿府か相模経由で上がりましたからな。特に吉本公にはいろいろ便宜を図ってもらったで上がりますよ。駿府も使えないからもっぱら相模だね。今日夫殿が通ってきた町も身延道といって身延山詣や塩商人の通る道として賑わったものだそうだけど、氏真公の時代になってから徐々に旅人も減っていったそうだけど、私がここの城代として入った時にはご覧の通りだよ。おそらくね。戦や祭りごとに大きな不安があると農民の調査も珍しくはないものだけど、駿河ではそれすらもなかったというのが気味が悪い。暗い話になってしまったね。天球様、明日はどうなさるおつもりで？戦勝祈願に身延山詣でもいたしますか？それも悪くないで上がりますが、明日はつつじヶ崎に帰り上がりますよ。兄上をいつまでも連れ回して嫌がると姉上がすね上がりますからな。承知いたしました。親方様には地図の件はそれなりに順調であることと、下山はひとまず無事だとお伝えを。ひとまず？こちらの動きが早ければ無事だったで済む。けれど相手に先手を取られたらどうなるかわからない。まあ今のところは私と恋の二人で大丈夫さ。何かあれば早馬を出します。その時はご詰めをお願いしますね、天球様。任せておくで上がりますよ。そうだね。それがどうかしたかい？普通に戦っていたら時間が足りないからね。私のお家流は一撃必殺。放つ。すると相手は死ぬ。やはりあの一瞬で鬼どもを倒したのはそのような奥義が。どのようなお家流なんですか？そうだね。こう分身をいくつも作ってだね。うちの半分で相手の目を引きつつ、残りで相手の後ろにすっと回り込んで。もうひふみちゃんたら。やれやれ、早いよ恋。これから面白くなるところだったのにもうバラしてしまって。使え
えば必ず相手は死ぬだなんて、そんな都合のいいお入れ流なんかないさ。私のしたことなんて、ちょっと体術と剣術を学べば誰にだってできることだ。いや、あれは明らかに。私としては君の方が気になるんだけど。それはそうだろう。織田、足利、果ては長尾に我らが武田。多くの権力者やその周囲の要人を取り込む君の力こそ、そこらのお家流よりもはるかに超絶的だよ。ああ。確かに。それで、ちょうどここにまだその影響を受けていない子がいる。よかったらちょっと試してみてもらえないかな。ちょっと、ひふみちゃん。だってそうだろう。松平の3人はとっくに虜だし、天球様も随分と影響を受けていらっしゃるようだ。だとすれば、この中で一番影響を受けていないのは恋に決まってる。ひふみ自身で試してみれば良いであがりますよ。私がその術にかかっては中立なものの見方ができなくなってしまうではありませんか。ほら夫殿、なんだったら食べても構いませんゆえ。ひふみちゃん。その力こそがこの世界を丸く収めるための力の発露だとも思ったんだけど、違うのか。なるほど。なら次に気になるのは、親方様とのネアの話かな。こら恋ちゃん、汚いぞ。圭介様、不潔です。どうかしたの？カズハちゃん。マリか。主様はどうしておるかと思っての？ケンスケだからきっと元気にしてるの。うむ。でしょうな。それにおそらく今頃は甲斐の山々の珍味にでも舌鼓を。美味しいものいいなぁ。マリもみんなと食べたいの。あとは連れて行った4人と毎夜毎夜年頃に。あの4人羨ましいの。世も混ぜてほしいぞ。マリもケンスケと一緒がいい。皆さん、ご飯の支度できましたよ。クロ、今夜は何じゃ？お鍋です。また鍋か。変わり映えしなくてすみません。ただ今日はイノシシのお肉が手に入りましたから獅子鍋ですよ。ほう。ボタンがボタンを。なんぞ言うたか？いえ別に。仕留めたのは梅ちゃんですよ。なんじゃ。ボタンを仕留めたのもボタンか。カズハちゃんひどいの。まあよい。イノシシも山の珍味には違いない。少しはヨラも主様を見習って楽しむとするか。それではひふみ、世話になったであがりますな。いえいえ、何のお構いもできずに申し訳ない。
なに、それこそお気になさらず。朝も土産もありものばかりで申し訳ない限り。私が。やれやれ。やっぱり恋もこのまま連れ帰ってそばめにでも置いた方がいいんじゃないかい？冗談だよ。健介様？さすがにこの状況で恋を連れ帰るのは厳しいであがりますよ、兄上。まあ昨日もお楽しみだったようですしね。さて、話は尽きんであがりますが、いい加減出発するであがりますよ。夕霧たちがつつじヶ崎館に突き上がる頃には、多分越後からの使者も戻ってきやがるはずであがりますよ。みんな元気にしてるですかね。順調に進むといいですね。越後の虎猫は一筋縄では生き上がらないと思い上がるですよ。そうだね。夫殿をさらったことも根に持っているだろうし、それこそ親方様が祝言を挙げたことについてもへそを曲げかねないだろうね。武田と長尾はいろいろ根が深いですから。飛び加藤なきの木猿がいかに制裁を書くと言っても、夫殿が親方様と祝言を挙げた話はさすがに越後に伝えているだろうしね。とにもかくにも、下山にて異変あればのろし3本にてお知らせいたしましょう。道中ご無事で。ではあとはよろしく頼むでやがる。天球様！とうとう、こんな時間にどうしたであがりますか？越後勢が信州に向けて行軍を開始したという報が届いたのです。急ぎつつじヶ崎館にお戻りください。噂をすればなんとやらだね。御大将、荒川伊豆の神お味方800を率いて合流したっす。そうなら予定通り隊列に編成なさい。了解っす。飯山からは川か。はい。皆あまり得意ではありませんが、大量の物資を運ぶには水路を使った方がやはり有利ですから。それにしてもこのようなゆったりとした行軍で良いのか？急ぎの工程じゃないから構わないわよ。海事の一徳祭のところに茶を呼ばれに行くわけにもいかないんだし、もっとゆっくりでもいいくらいだわ。しかしまさか余が直々に出向くことになるとはな。私だって別に好きで何度も何度も出向いてるわけじゃないわよ。御大将、準備できた。なら総員出陣するわよ。目指す先は川中島。全軍行軍開始っす。